くるみ山荘を訪問していただきありがとうございます。くるみ山荘は電気、ガス、水道の公共供給を受けないオフグリッドな環境です。藤の花が終わり、種を蓄えた鞘が下がっています。くるみ山荘では物置を拡張更新するプロジェクトが始まっています。ここは山のふもとにある小坂棟梁の工場です。くるみ山荘ではかなりの数の杉を伐採しました。その木は材木用として乾燥していました。この物置プロジェクトは棟梁がマスタープランを作ったものですので、棟梁はその木の製材加工を発注してこの工場で設計通りに部材を加工しています。レガシーの基礎があり、それを拡張してコンクリートを打ちました。周囲も武田信玄もびっくりするような石が組まれてワクワクします。この梅は去年は裏年だったようで実がつきませんでした。今年は土壌改良などもしたのも幸いして、小梅とは思えないほどしっかりとした実がたくさんつきました。すでに落ちて傷んでいる実もあるため、急いで収穫する必要があります。収穫量は 5.2 キロです。このボウルに入れておくと、下に隠れた梅の実が重みと蒸れのために傷むということなので、洗って乾燥させて広げ加工することにしました。梅仕事始動です。梅ジャムです。これは梅味噌です。梅シロップです。梅酒です。味が悪くてもごまかしますが、カビだけはなんとか避けたいと思います。梅ジャムは朝食用に小さな器に入れました。こちらはイワシのオーブン焼きです。チューブ入りの刻みニンニクを塗り、タイムとオレガノ、オリーブ油をつけてミーレのオーブンで熱風調理をしてみました。なかなか美味しい味になりました。これはメルボルン滞在中に双子の孫に作ったお弁当です。幼稚園児には人気のお弁当です。孫と一緒に動物園に行った時、小型ペンギンを見て感激したので、フィリップアイランドにペンギン行進を見に行くアクティビティを申し込みました。その評判は何度か聞いています。今回のガイドさんがソフィアさんだったこともあり、さらに素晴らしいツアーになりました。中型バスが満員で出発し、ガイドさんは運転、ガイド、歌、写真撮影など大活躍です。セントキルダに向かっています。1850年代から1880年代はゴールドラッシュで沸くメルボルンによって海風が吹く涼しく高台にあるセントキルダは
富裕層にとって理想的な場所でした。商人、金融家、地主といったブルジョワが競うように贅を尽くした邸宅を構え、当時はオーストラリア全土でも特権と富の代名詞として知られていました。1880年代後半になると鉄道や路面電車が整備され、一般の労働者階級もアクセスしやすくなります。1890年代の初頭に激しい金融恐慌が起き、多くのブルジョワが破産しました。この時代の富裕層はさらに内陸の高級住宅街トゥーラクなどへ移っていきました。ここはムーンリットサンクチュアリーです。オーストラリアの固有種の多くに出会うことができます。コアラを抱くチケットは売り切れていました。ウォンバットです。コアラです。それぞれ個体に名前があり紹介されています。ワラビーです。ワラビーは体重が1キロから最大でも20キロ未満です。大きくても人間の膝から腰くらいのサイズです。ディンゴです。エミューです。ムーンリットサンクチュアリーを後にしてフィリップアイランドに向かいます。ガイドのソフィアさんがサーフィンブランドのリップカールが生まれた場所だと説明しています。正確にはトーキーという場所がリップカール発祥の地です。それで思い出しましたが、イギリスのトーキーといえばアガサ・クリスティの出身地です。私はアガサ・クリスティの推理小説を翻訳して本も出しているので、イギリスのトーキーにも行きました。オーストラリアのトーキーにも来ることができて感激です。橋を渡ります。1948年から続く歴史ある漁協です。水揚げしたばかりのシーフードをその場で調理して出してくれます。名物のフィッシュ&チップスはメルボルン周辺で屈指の美味しさと評判です。時期によっては取れたてのサザンロックロブスターをボイルしたものや大ぶりの生牡蠣をレモンを絞っただけで贅沢に味わうこともできます。かつてオーストラリア GP が開催された歴史を持つこのサーキットは現在も元 GP やスーパーカー選手権など世界的なモータースポーツの舞台として親しまれています。ペンギンパレードの標識が出てきました。グレイイースの姿があちらこちらで見られます。ノビーズセンターで一旦バスを下車します。
ムビーズセンターには崖に沿って美しく木道が整備されています。ここから沖合のシールズロックスを見ると16,000頭以上もの南アフリカオットセイ、英語ではオーストラリアン・ファー・シールズが生息しています。国内最大の繁殖地です。カメラをズームしてみましたが見ることはできませんでした。Wonderful Phillip Island. Like and subscribe. この小型ペンギンの巣箱には小型ペンギンが見えます。ペンギン行進を見るためにバスでサマーランドビーチへ移動します。ペンギン行進をよく見るためペンギンプラスという席を購入しました。小型ペンギンはデリケートだから写真を撮ると怯えると注意され、紅白歌合戦のように舞台に横に並ぶ海岸に並んだペンギンを撮影することはできませんでした。ペンギンが丘に上がる坂道で他の人たちも撮影していたので私も撮影することにしました。ペンギンの小集団が坂道を登ります。バスに戻り一路メルボルンを目指します。途中ダンデノンという標識が見えてダンデノンマーケットに電車で行ったことを思い出しました。オリビア・ニュートン・ジョンのヒット曲マジックをソフィアさんが熱唱しツアーは終わりました。トラムの駅まで歩きます。途中メルボルンアーツセンターのライトアップを見ました。バレエの衣装のように美しいこの塔はスパイアという名前です。ライトアップされていない昼間とは全く違った雰囲気になります。翌日は最後のメルボルン歩きをしました。ここはサザンクロス駅です。こちらから見るとハンバーガーかと思いましたが、別の角度から見るとガマ口のようにも見えます。彫刻家のジョン・ケリー氏の作品ドロムキーンです。
ロイヤルアーケードに来ました。またプランマーケットに来ました。ヘイゲンのミントソースは子羊料理には欠かすことができません。いよいよ帰国です。7時25分メルボルン発の JAL に乗るためウーバーは4時に来てもらいました。メルボルンではニュージーランド航空のラウンジを使用することができました。ビジネスの席にはアメニティがあります。食事は幼朝食を選びました。アペタイザーにタンパク質が満載で、メインディッシュはベジタリアンです。最初に見た映画は栄光のバックホーム。涙が止まらない映画で CA さんがサービスをしてくださっても照れて涙を拭きながらも見続けました。シャンペンがアペタイザーによく合いました。バターがおしゃれです。もうすぐ成田です。Welcome to Japan。 懐かしの日本です。自宅まで電車で帰りました。オフグリッドのくるみ山荘付近のくるみは健康でいい大きさに育ってきています。秋まで見守ります。皆様最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。とても励みになります。